Motors。 どうも一生ダイエット中不滅のデブモーターズ内原です。やってまいりました。この季節です。今日試したいのはこちらのオールシーズンタイヤ。昨年モーターズの営業者であるトヨタのアクアでも試させていただきました。雲タイヤソルース 4SHA32、 これをですね今回日産のラフェスタに装着してミニバンではどうなのか、この辺を実証していきたいと思います。前回は私一人のレビューだった。なのでなかなか信憑性がどうなのかっていうところもあったと思います。今回は実際にこのタイヤを自分の車に使っていらっしゃるオーナーさんをお招きして本当のところに迫っていきたいと思いますので、どうぞこのままお見逃しなく。はい、高速道路に入りました。はい、今回この日産ラフェスタで市場の方にお付き合いいただく吉田さんです。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。このラフェスタは所有されて何年ぐらいなんですか？1年1万5000キロぐらい走ってますね。まあまあ走ってますね。はい。どんな使用用途で使われてるんですか？私と妻の、日常の足です。お買い物だったり、趣味だったり、私の通勤だったりですね。そうなってくると、スタッドレスに変えてとかそんなウキウキに乗る車ではなく、なるべく手間とかをかけずに便利に使いたいというような一台ですもんね。そうなんですよ。スタッドレスも高いじゃないですか。高い。首都圏だと、それこそ年間1回か2回雪が降ったりすると思うんですけど、その時だけのためにスタッドレスに変えるですね、お金がもったいなくて。なるほど。じゃあオールシーズン通年でいけんじゃねえかっていう期待を寄せて買われたわけですか？はい。実際どうですか？オンロードがメインの使い方だと思うんですけど、オンロードでの走り味はサマータイヤと比べて、大きくは変わらないです。何か違和感があるとか、法定速度内であれば特に感じることは一切ないですね。確かに私も今助手席に乗ってますけども、普通ですよね。あれそうなんですかと、オールシーズンタイヤだったんですかと。サマータイヤの延長になるんですかね。これはスタッドレスとは全く違う、もうサマータイヤに近い乗り味です。よくぞいいところにお気づきですね。私も昨年こちらのタイヤで、テストさせてもらってメーカーさんにお伺いしたところ、このタイヤのキャラクターっていうのはあくまでスタッドレスが交換不要ではなくてサマータイヤが雪上もいけるよというような位置づけでお話も聞いてますね。あ、そうなんですか。こちらの商品名が雲タイヤのソルース OSHA32 というもので、ソルース自体がいわゆるコンフォートタイヤのシリーズ名らしいんですよね。あ、そうなんですか。なのでスタッドレスの中のラインから出てるものではないということですよね。じゃあ私の感じた感想っていうのはあながち間違ってないってことですか？間違ってないです。さすがですね吉田さん。車関係のお仕事でもされてるんですか？車よく乗る仕事してます。通常の法定速度内で走る分にはもう本当にサマータイヤと遜色ないんですけど、厳密に言えば速度を上げていった時の、ロードノイズが少し気になったりとか、バネ下でゴロゴロ感がちょっとある、言うなればランフルトタイヤの乗り心地に近いようなフィーリングを個人的には受けました。ただタイヤ自体のブロックパターンを見て、なるほどなと、スタッドレスタイヤがスポンジ状でしっかりグリップして止まる、でサマータイヤはゴムと溝で路面をグリップするのに対して、これはやっぱり雪をかいて進むような横向きの溝が入ってるんですね。なのでそういうところから来るフィーリングなのかなっていうので、なるほどと思ったんですけど、おっしゃってたちょっとネガなところって言いますか、そこは当然雪上での走行性能を担保するためにどうしてもついて回るようなところという感じですかね。サマータイヤってイコールではないじゃないですか。なのでそこは仕方ないと思ってます。全部取りはやっぱりできないですね。どこか取ればどこかが落ちる、それはタイヤの作る上では必ず通る道ですよね。ただビビたるものですよ。極端な話、タイヤ私みたいに仕事柄いろんなタイヤに乗る人だと気づくかもしれないですが、特にタイヤに何でもいいやっていうような方も結構大勢いらっしゃるじゃないですか。そうですよね。そういった方は多分何が変わったの、現にですね、うちの妻なんかは同じだねって言ってました。特に感想なしと、これが多分世の中の主婦の正しい回答ですね。模範回答ですね。いや、そうなってくるとちょっとこの後の展開楽しみですね。私も試乗させていただきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。お願いします。ではドライバーチェンジということで、私内原がコックピットに登場させていただきました。コックピットっていうほどの車ではないかもしれませんがね。何回も言って、私からしてみたらね、頑張って買った車なんでね、十分コックピットなんですけどね。さて、早速ですね、走り出した瞬間にですね感じたのは、やっぱこのタイヤなんか軽いなって感じですよね。ちょっとね接地感っていうか、それがねそんなないんですよね。ちょっと浮いてる感はねあります。
これはね去年アクアで試した時も同じことを感じたんですよ。で私的にはアクアのいわゆる純正タイヤがなんていうんですかエコタイヤでそっちの走りの方が好きになれなかったのでこのオールシーズンタイヤに変えていけてんじゃんって思ったんですよね。この硬さがいいなと。当然アクアに比べば重量も違いますしタイヤサイズも変わってきますんでそこはまた別なのかなと思ったらまあ同じですね。そこにおいてもこれちょっとレーンチェンジしてみようかな。よいしょ。ああちゃんと走ってきますね。加速もしっかり。スタッドレスタイヤみたいにブロックがグニュッとよじれてウォールがガクンと沈む感じないですよね。サマータイヤに近いですね。ご経験あると思うんですけどねスノーボードに行くとミニバンとかで複数人乗りますとで屋根にね板も乗せればまあまあな重量じゃないですか。でその時に、ちょっと現地へね急ぐ気持ちでね追い越し車線ガンガン走ってでそこからレーンチェンジで走行車線に入った時とか皆さんがおーってなるような瞬間あると思うんですけど多分オールシーズンタイヤであればそれがちょっと軽減されるんじゃないかなっていうこんなとこありそうですね。そうですね。カタログとかインターネットの情報とか見ても、オールシーズンタイヤはもうやっぱりスノーボードとか山とかですね雪の上を走る前提の方もしくは降雪地域に住んでらっしゃる方ですね、はい、そういう方はスタッドレスタイヤを選んでくださいっていうことだったのでなので普段街乗りで使っていざ雪が降った時に安心っていう意味では通常の乗り心地も犠牲にしたくないじゃないですか。もちろんです。そうですよね、はいなのでこの選択肢って良くないですね。まだ降雪地帯に今日初めて行くんですけどもうすでに満足しちゃってます。あとね私気づいたのが今外気温が、3度4度なんですけどサマータイヤですと降下が始まる温度なんですよね。例えばその真冬のね明け方って言いますかそんな時間帯にね車とか走らせるともう路面キンキンタイヤキンキンでなんかこう走った心地ってないじゃないですか。その辺がね軽減されそうな感じは十分にありますね。これはもうありだな。もう日本国民みんなこれ履けって感じですわそうですよね。極端な話いや今シーズンもですよ雪降りましたよね、首都圏で。で私なんかジムニー乗りなんで待ってましたと俺の MT タイヤを走らせてやろうとなんなら雪取りでもかましてやろうと気合満々で行くんですけども多くの方にしてみればねもう車がズズッと滑るだけで恐怖ですからね。その点このタイヤで備えあれば憂いなしっていうのはね十分に発揮できると思いますね。しかしいいな走り心地悪くないな。降雪地域行った時ですねちゃんと走れんのかでまたここまではちょっと厳しいかなっていうところは今日ちょっとちゃんとチェックしたいと思いますんでねこのままどうぞお見逃しなく。というわけで吉田さん、この車両でこのタイヤで初めての雪上走行であるんですがもう実はねここの喋りを取る前にもういろいろ走り回って今かなり雪深いところに来ましたね、どうですかここまで乗ってみて。特に不安はないです。こことか今結構ちょっと急勾配のとこじゃないですか、普通に登っていきますね。そうですね。このラフェスタは当然のことながら肉ですよね。肉の FF です。雪道において強くはないですもんね、今踏切の一旦停止もしたんですが、キュッと止まりましたね。ググッと止まりましたね、なんかこうグググって掴んでいく感じとか、スタッドレスと比べてもそんな遜色はない感じですもんね。どっちかというとスタッドレスより溝で引っ掛けて止まる溝でかいて発進するっていうようなのが伝わってきますね。ちょっとここなんかもいけちゃいますよね。確かにこういう路面が凍ってたりするところはあくまでオールシーズンタイヤなので気をつけないといけないなと。ちょっとアンダーステアリングを切っているのに車がまっすぐ行ってしまうようなケースっていうのはありますがあんまりこういう道でですね FF であっても4駆であってもスタッドレスであっても急がつくような運転はダメじゃないですか。急ハンドルであったり急ブレーキ、急アクセルこれゴーハットですね。なのでそこに忠実に運転しておけばちゃんとこう地面が氷じゃなくて雪であれば全く問題ないなっていう感じはします。さっきクローズドコースで急制動とかやってもらってたと思うんですけど、あの辺どうでした？止まりのきっちり最後やっぱり爪で引っ掛けてググッと止まる感じはありました。実際フラットといえども氷の上に雪が乗ってるような路面で、40キロからの急制動で、何メートルぐらいで止まったような感覚ですか？10メーターぐらい。10メーターぐらいか。当然トラクションコントロールは入りましたよね。ドライの制動とは当然ですけど明らかに違いますし、スタッドレスの制動と比べたら明らかに違います。なのでカタログとかで言われてるようにやっぱりその雪国に住んでらっしゃる方とか明らかに雪のステージに向かわれる方はやっぱりそれはスタッドレスの方がいいと思います。
ほら止まる。これ下り、かなりの下りですよここでは。ちょっと気になるところですので、私内原も雪上の運転をさせていただきたいと思います。内原乗り込みました。あれ拍子抜けするな。あくまでサマータイヤが雪上走行もいけるぜっていう位置づけですもんね。いや過信は禁物ですけどね。おっとでも下りのこのはい下りのところはちょっとやっぱビビるね。ちょっと凍ってるところは確かに日和るので、本当には細心の注意が必要な状況ではあるんですけど、それ言ってしまえばスタッドレスも一緒じゃないですか。一緒です。そう考えればオンロードで走る性能を考えればですよ、なんかめちゃくちゃ万能タイヤですねこれ。雪上走行ができるサマータイヤってイメージですかね。まあそうですよね。でそれにしちゃう雪上走行が結構思ってた以上にできるじゃんっていう、だからこういったトンネルの入り口とか凍ってるところがあるじゃないですか。こういう表情はやっぱりちょっと怖い感じありますよね。確かにね。これ今下りなんですけどね、雪がなんか凍っちゃってるのか、なんかこうこびりついちゃった道とかあるじゃないですか。今まさにそこを通ってるんですけどね、俺はちょっとやっぱ気が抜けないなって感じですね。これだけの山を雪山をですよ、こういう風にカーブも下りも上りも走行できれば、都内とか、首都圏とか急にこう雪が降ってしまってどうしても車に乗って帰らないといけないとか、そういうケースが発生した時はすごい心強いですよね。本当そうですよ。よくニュースでね、箱根で立ち往生してましたみたいなのね、毎回のようにやるじゃないですか。あれぐらいならいけますね。ですね。今まさにその箱根の立ち往生しましたよりももうちょっとシビアなワインディングかつ雪上路面を走ってこれたんで、つまり首都圏における雪に関してはこれでクリアできるでしょうっていうのは言えそうですよね。吉田さんこれ買ってよかったんじゃないですか。買ってよかったですね。実力が証明されましたね。本場に連れてきて。そうですよね。この感じでいけば、関東近郊から日帰りで行けるスキー場の駐車場ぐらいまでは大丈夫そうですね。めっちゃ雪降ってますとかってなれば話別ですけど、ヒーリングとしてはもうこれいけますね。いけますよね。ただやっぱり急坂で凍っちゃったりとかっていうところはあるので、あくまでそのウィンタースポーツとか住まれてる方はもうスタッドレス使いましょうって話ですけどね。このタイヤいいな。改めて穴乗れないタイヤですね。買いです。これ買いですよ。この辺あたりからね、オールシーズンタイヤの PR みたいな感じをね、テレビとかでよくされるようになってきましたけど、マジで首都圏の車ユーザーでそんなタイヤホイールこだわりないんだったらば、オールシーズンにしちゃいなって僕は声を大にして言いたい。ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。クモタイヤストルース 4S HES30 人侮れないタイヤでした。いやすごいね。こんなとこ行けちゃうんだってとこまで行けちゃいました。一般的にオールシーズンタイヤというと基本的には夏用です。夏用が雪上でも走れますという触れ込みがメインですので、どちらかというと行けないところの方が多い、表情はどうなんだっていう声の方がよく聞こえてくるようなところあったんですが、今日走った限りいわゆる豪雪地域に来ましたけども、日常生活は問題なくいけんじゃないのかなと思います。ただし摩耗をすることによって雪上性能は落ちていくというふうに聞いてますので、その辺はこちらの溝をよく確認していただきたいと、そう思います。このタイヤに関しては砂時計のマークで残りの水がどれぐらいあるのかを確認できる、ちょっとユニークな演出があしらってます。演出だけでなくちゃんとその辺の確認もできるので、その辺が雲にくいねといったところでしょうか。またオンロードの性能に関しては夏タイヤというだけにあって申し分ないところがあるんですが、これには一つわけがあって 3D サイプというですね構造を持っております。それによりブロック一つ一つが合成を持つことによっていわゆるブロックのよれ倒れがないっていうところがミソであると。そしてこの雪上性能は何といってもこの V の形です。この V が雪を捉えて、そしてこの V の溝が排雪をしていくとどんどん出していくわけですね。まさにこの運動コマネチ。ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。どんな人に使ってほしいのか、間違いなく首都圏にお住まいの方、年に1回2回あるまさかの大雪、そのためにもこちらのタイヤは転ばの先の杖とはよく言ったものです。本当に安心して走れると思います。でなおかつ夏の通常の走行性能はちゃんと担保されてますので、その辺においても本当に優秀なタイヤだと思います。ではここまでご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が面白い場合は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。またねーからのコマネチ。
ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。